にちは、N ステッパーズのうぶげです。あきです。あきさんと僕でレッスン動画をやってきましたが、改めてこのチャンネルについて、そして過去の動画も振り返りつつお話ししていこうと思います。さあ、硬くなる。めっちゃ硬い。めっちゃ硬い。じゃあまず、チャンネル作った背景、なんかレッスンをやってなかったりとかして、公の場で教えるっていうのが、好きじゃないって印象があるけど、こう動画で残る YouTube っていうことをやろうってなった背景を教えてください。はい。最初に上げた動画でも話してますけど、チームのメンバー3人いて、それぞれが違う場所に住んでたので、なんか新しい活動の場所になればいいなっていうのはありますね。で、あとは YouTube でやろうっていう話を聞いた時に、あんまりレッスンするのは得意じゃないんやけど、例えば地方にいる人とかで、なんかダンスを学ぶ選択肢として取れるんだったら、当時の自分だったら嬉しいなって思ったのも理由ですかね。あきさん、どこ出身かわからんから。出身は大阪やけど、いわゆる青春時代を過ごしたのは九州の佐賀県だったんで、スタジオはあったし、ダンスを学ぶ場所もあったけど、そこしか知らなかったから、なんか早いうちからいろいろ経験できたらもっと面白かったのかなっていうのはちょっと思う。ダンスを始めたのがダンスを何と取るかによって違うんやけど、3歳からエアロビクスやってて、小1から新体操を一応中3までやってて、ストリートダンスっていうくくりだけで言うと高校生から。で、スタジオに行った。そこで何やってた？最初ヒップホップやって、ジャズダンス、なんか想像つかへんよな。全然ちゃう。ジャズダンスもやったし、ロックもやったし、なんかもうそのスタジオでやってるレッスンは結構まんべんなく、唯一やらんかったのはポップと、でハウスはそのレッスンになかったからやってない。大学行った時にハウスに出会ったと。そう。神戸の大学やったから、神戸のマー君っていう先輩がストリートレッスンをやってて、毎週水曜日、めっちゃ覚えてるわ。毎週水曜日に。何が面白かった？すごい恥ずかしいけど、それなりにずっと踊ってきた自分やったから、なんか、ある程度何でもできると思ってたの、当時。18歳の時。で、こんなにできひんことあるんやっていう、なんかもどかしさで、ハウスって今までやったことなかったし、面白いなってなったのがきっかけ。自分の興味が惹かれていた感じ。やってみてできなかったなっていう悔しさ。そっち。根っからの負けず嫌い炸裂よね。そうね。負けず嫌い感すごいから。ほんまにマー君さんが面倒をたくさん見てくれて、クラブのショーとかも出させてもらったりとかしてたんやけど、半年ぐらい経った時に、マー君みたいな踊りやねって言われて、このままではいけないって思って、弾かなあかんなってそこで決意して、普通に行くのはやめた、そっから。自分でダンスやっていくってなった時に、なんか何を目標にしたらいいかなとか、そのあたりが難しいんかなと思うんやけど。で、具体的にこうなりたいっていう目標まではなかったけど、例えばプロになりたいとか、誰かのバックダンサーしたいとか、そういう気持ちはなかったけど、自分が納得するまで結果を出したいみたいなモチベーションでやってたかな。一個ずつ階段登っていくための短期目標を立て続けたみたいな感じかな。まずバトルで勝とうみたいなところから始まって、優勝して認められたいみたいな感じだったら、ジャッジに合わせて踊り方変えるとかも一つかなと思うけど、そういうのはやる？めっちゃやる。それってさ、認められたいっていうと、なんか、愛の自分認めてほしいかなと思ったけど、そうではない。理想としてはそうやと思う。けど、やっぱり評価してもらわないといけないから、全力で100を投げたとしても、相手にとって10しか受け取られないような表現方法やとしたら、ちょっと違うかなっていうふうに思ってて、だから自分のやりたいことをちゃんと相手に伝えきる80点ぐらいは受け取ってもらえるような工夫をするようにしてた感じ。ダンスバトルでいうと、結果、勝つとか、そういったところやけど、自分の感覚を共有する、共感してもらうっていうのって、イコールではないのかなっていう。
割と常に葛藤してる感じはある。ああ、寄せすぎると。そうそう。なんか、ごま吸ってるみたいにも見えるし、常々やっぱ自分が伝えたいことっていうのはやっぱ大事にしつつ、その時の自分のテンションで寄せ方は変わってくる感じ。結構そうやって意識的にやる。なんか自然に準備してきたから本番で出るとか、ここでこういう風に入れるっていうのを意識して、やったったぜみたいな。前者かな。その寄せることすらも自然にできるように準備しまくる感じ。どんな準備してるかっていうのは、いろいろあるから、まあ今後話していこうかな。レッスンとかできたらいいかなっていうのはあるよね。マインドの部分とかもやっていけたらいいかなと思ってる。楽しみですね。上手にできるかな。そんな感じ。改めて自分で思ったこと気づいたことってある？いや、なんかやっぱりそもそも自分がレッスンをするのに抵抗感があるっていうのは本音。やっぱりあんまりレッスン受けてこなくって、どっちかというともう毎週クラブに行ってダンサーの先輩とすごいたくさんずっと踊り合ったりとか、コンテストとかバトルもそうやし、経験して学んだことの方が多いから、これを人に教えるってなると難しさも正直あるなって思う。自分は社会人として好きでダンスをやってて、ライフスタイルを大事にした上でできたんやなっていうふうに思ったから、ちょっと角度の違うレッスンっていうのにはなると思うけど、そういう部分で発信していけるなら頑張る。で、オンラインレッスンで、オフラインレッスンも始まってきたけど、とか、他の YouTube のチャンネルやったら、スキル結構学べる。で、ただ、自分のオリジナリティを作っていこうっていうところに関してのレッスンしていきたいな。そうね。ありがとう、まとめてくれて。めちゃめちゃまとまってなかったから。YouTube ってなると、すごい、そのものが形として残っていくけど、私自身も成長できるように努力してるし、見てくださってる皆さんにとっても、そういうアップデートの材料として使ってもらえたら嬉しいかなと思ってます。はい。じゃあ、インタビュー、秋編は以上となります。はい、N ステッパーズの産毛でした。秋でした。はい、ありがとうございました。はい、N ステッパーズの秋です。